こんにちは、はみ肉チャンネルです。富士山の北麓、山梨県富士吉田市、町の住宅地の中にひっそりと湯煙を上げる温泉。こんなところにも私好みのひだびた温泉がありました。創業は安政3年、西暦1856年、江戸時代の終わり頃から続く実に160年以上の歴史を持つ古湯。温泉の由来となった吉野池、吉が生い茂る静かな池のほとりから湧き出した湯が始まり、建物はどこか懐かしい昭和の香りを残す佇まい。すいません。なかなか人が来ないのには理由がありました。フロントはかなり高齢の女性、時間がかかります。すいません。呼びかけたりベルを鳴らしたりいろいろやってたら奥からいらっしゃいました。ここはじっくり待つことが必要です。ジェームス・ディーン。あ、ここだ。じゃあ出たら、はいはい。開けたらもう風呂だ。気持ちいい。浴槽は大きな宇宙が一つ。お湯は無色透明で柔らかく、体をゆっくりと包み込みます。長く使っているとじんわりと体の奥から温まってくるのを感じます。ここからお湯が沸いてますね。地元の人はこの湯を日常の延長のように楽しみ、観光客はどこか懐かしい日本の温泉文化に触れる。ありがとうございました。そんな時間がここには静かに流れています。湯上がりには富士吉田名物の吉田うどんもいただけるようです。白いな。せっかくなので富士五湖をドライブしてから箱根に向かうことに。私は富士山好きだからあれだけど。あ、すごい。もうきっといっぱいだと思うよ、富士山のビデオと写真が。見たらほとんど同じ写真が。そう思う。富士見バイパス北交差点からの国道139号線の直線は絶好の富士見スポット。山中湖一緒に行った今。ここから山中湖を越えて箱根に入っていきますが、今日はその手前で車中泊をします。全然変わってんだろう。そうかそうか。富士山の東のふもと、静岡県小山町、標高およそ800メートルの高原地帯に道の駅須走があります。ペット同伴のお客様キラスに向かうには、館内には地元の特産品、静岡名物のお茶や富士山の湧き水を使った食品、そして地元で採れた新鮮な野菜などが並びます。うまい。お腹が空いたので露店のたこ焼きと焼きそばで昼食をとりましょう。タイグルメの王様だったな。ランチを食べます。ランチかな。早い時間からここにとどまったのには訳があります。夕日に染まる富士山が見れるかも。
赤富士とはいきませんでしたが、綺麗な富士山を拝んで次の道の駅に向かいます。江戸時代から東海道随一の湯治場として多くの旅人を迎えてきた箱根。その箱根に観光地の華やかさとは少し違う静かな佇まいの温泉がありました。駐車場は道路脇に3台。皆さん徒歩でいらっしゃるのかな。昭和28年に敷地内の地下300メートルから温泉を掘削し、地元の人々の共同浴場として開業。フロントではおじさんが快く受け入れてくれたけど、湯船にはすでに蓋が閉店直前で迷惑だったかな。無色透明でわずかに塩味を感じる保温効果が高いお湯。かつて旅人たちは長い道のりを歩き疲れた疲れをこうしたお湯で癒したんでしょうね。数えきれないほどの人たちがこの箱根の湯に身を沈めてきたことでしょう。面白かった。電気消えた。日本が近代へと歩み始めた時代、外国から訪れる旅行者を迎え入れるために建てられた日本で最も古いクラシックホテルの一つである富士屋ホテル。昼間ならギャラリーが見学できるそうですが、今の時間では閉まってました。もう閉まってんね。長い歴史の中でチャールズ・チャップリンやヘレン・ケラーなど世界の著名人たちもこのホテルに滞在しました。いつか宿泊してみたいですね。すごいね、ホテル。富士屋ホテルの蓮向かいの路地を行くと、ここにも温泉があります。太閤豊臣秀吉が入浴したと伝えられる太閤湯から名付けられた共同浴場。小田原攻めの時、太閤秀吉が使ったとされるお湯を今も引いており、長柴の湯も温泉を使っています。お風呂は男性風呂2つ、女性風呂1つと変則的、タイル割りの浴槽となっています。お湯は無色透明で癖はないんですが、この界隈ではとりわけ濃厚。観光客でごった返す箱根において人も少なくゆっくりできる貴重な温泉です。ユネスさんって聞くよね。なんだかわかんないけど。芦ノ湖箱根園地の前を通り過ぎ、まっすぐ峠を登ったところに道の駅がありました。箱根峠の頂にある小さな休憩所、道の駅箱根峠。そう、これだね。トイレや休憩所は24時間利用可能、車も少なく比較的静かでいい場所でした。何おかしかったの？いつものなんだっけあれ、歌舞伎揚げみたいな。ほら、結構見えるじゃん。目の前には芦ノ湖、そして箱根の山々が広がり、晴れた日には富士山の姿も見える絶景の場所です。
簡単な夕食は野菜炒めとこんにゃく。湯気の立つ素朴な料理が旅の体には不思議とごちそうに感じられます。そうだよね。ゆっくりと日本酒を一口。山の冷たい空気の中で飲む一杯は格別の味です。元気に恵まれたね、珍しく。こんなに富士山を見た時はないな、今まで。ね。これテレビつけたらこれなくてもよくない？翌朝、箱根の峠をゆっくりと下り湖畔へと向かいます。目指すのは芦ノ湖のほとりに広がる箱根園地。なかなか見えないな。この道はかつて江戸と京を結んだ東海道の要衝。多くの旅人がこの峠を越え山深い箱根の道を行き交いました。富士山ってあんな風に見えるんだ。やがて視界の先に現れるのは静かな水面をたたえる芦ノ湖。止めるとこねえな。この湖はおよそ3000年前箱根火山の噴火によって生まれたカルデラ湖。峠を越えた旅人たちもきっとこの景色を見てほっと胸をなで下ろしたことでしょう。近くには箱根信仰の中心箱根神社があり、湖は神の宿る水として崇められてきました。ここに来ると箱根に来たなという気分になれますね。ここは正月の大学駅伝の往路ゴール地点、石碑が立ってました。それで裏に行くとオールスタート。なるほど。あの赤い鳥居の場所に行ってみようと芦ノ湖畔を走り出しましたが、駐車場が分からずうろうろ。これだな。こんなところが駐車場でした。広い駐車場だよな。この参道も素敵だ。上りが創業は奈良時代757年、満願上人によって開かれたと伝えられています。そんな高くないよ。初めて来た。なあ、初めて来たな。立派。湖に立つ朱色の鳥居は今では箱根を象徴する風景の一つ。写真撮影に行列ができていました。ここで一旦箱根から離れ三島に抜けます。ここから伊豆半島に南下していく計画です。伊豆にしては珍しい茶褐色のお湯を見つけてやってきました。これか止めれるかな。こっちは違うんだよな。ダメだな。これは無理だな。あっちあります？そこにね、駐車場があります。ああ、そうですか。申し訳ない。三島市竹倉の田園地帯、静かな里の中に佇むのが昭和10年に開かれた竹倉温泉。かつては2つの宿がありましたが、時代の流れの中で1軒が姿を消し、どんどん来るね。今では昭和38年創業の水口荘だけがこの湯を守り続けています。営業中。よいしょ。人がいっぱいだ。
地元の方が多いらしく、フロントのおばさんとお客さんがずっと楽しげにおしゃべりしてます。ここに湧くのは鉄分を多く含んだ中性単純鉄冷光泉。お湯は茶褐色に濁り、地元では赤湯と呼ばれています。浴槽は数人ほどが入れるどこか懐かしい U 字型。浴室の壁には鉄分が作る赤褐色の跡。源泉は敷地内の畑から湧き出す自家源泉。冷たい光線を加熱しながら大切に使い続けてきました。平びた黄土色の名湯。いいお湯に会えました。30歳まで神奈川にいた我々は時々伊豆半島には遊びに来ていましたが、西伊豆は初めて。西伊豆から反時計回りにゆっくり巡っていこうと思っていましたが、スケジュールが足りません。反射炉っていうのが何だかよくわからない。この反射炉を見学した後は南伊豆まで一気に南下することにしました。西伊豆の観光はまた別の機会に。反射炉とは鉄を高温で溶かし、質の高い金属へと精製するための特別な炉。この反射炉が作られた背景には1853年のペリー来航があります。そうだな。外国の脅威に直面した江戸幕府は海防強化のため反射炉の建設を行いました。現在実際に稼働した反射炉が現存するのは日本でここだけ。当時の技術と情熱を今に伝える貴重な遺産です。急いで南伊豆に向かうのは他の理由もあります。あさってからは大雨の予報。海がきれいな南伊豆はやはり晴天のうちに訪れたいですよね。何十年ぶりでしょうか、下田にやってきました。1854年にマシュ・ペリー率いる黒船が来航し、日本が世界へと扉を開く舞台となった地。日米和親条約締結のためペリーが稜線寺へと向かった際に歩いたと伝えられているペリーロード。石畳の道沿いには生子壁の建物や古民家が並び、どこか異国情緒を感じさせる風景が広がります。足元を流れる川と柳の揺れる景色がゆったりとした時間を演出してくれます。現在はカフェや雑貨店も点在し、歴史を感じながらのんびりと散策を楽しめる人気スポットとなっています。幕末の空気を今に伝えるこの場所でゆっくりと時を歩いてみてはいかがでしょうか。水門。思い出の浜にやってきました。20代前半に何度もやってきた場所です。夏の弓ヶ浜は海外の海のように青く輝いていました。車中泊には道の駅下田がありましたが、できれば思い出のここに泊まりたいとやってきました。トイレも24時間空いてますが、夜12時には正務駅へ真っ暗です。この時期車中泊の車もまばらでゆっくりと過ごせました。夜の弓ヶ浜、人の気配が消え、波の音だけが静かに響きます。近くの河原で南の桜と菜の花祭りが開催されていました。時期が合えばこんな素敵な桜が拝めたんですが、訪問した時はすでに開花時期を過ぎていました。弓ヶ浜に戻って夕食は巨大豆腐鍋。
伊豆に来たのに食べるものは変わりませんね。一応静岡のお酒だからね。一応魚を用意しましたが、新鮮な刺身ではなくしめ鯖。明日は刺身を探してみましょう。とはいえお酒と温かい鍋があれば今日も幸せです。ね辛口って書いてあるけど、翌朝よく晴れてます。ありがたい。